1992年4月30日、そぼ降る雨の中で尾崎豊を偲ぶ追悼式が行われた。五国寺は徹夜組も含めて4万人のファンで渦まった。24日の11時半ぐらいですね、芝原近辺の、そのある店でね、こうたまたま遭遇したんですけども。芝浦。そうですね、はい。でその時にこう相当飲んでらしたみたいでね、もうこんななってたわけですよ。電話があったのが多分5時半とか朝方の5時半から6時の間なんですけど、僕はいなかったんですね。でちょうど当時付き合ってる、女性の方がいまして、でその彼女が電話に出たんですけど、とにかく着替えをすぐに持ってきてくださいと、言ってあげたかったんですけど、なんか駆けつけられなかったっていうのが非常に自分としては悔いにやっぱり残ってますね。彼は今のそのツアーの現状に満足してなくて、それを自分はこういう気持ちで本当にやってるんだっていうのをもうすごく怒りとなんか憤り持ってみんなツアーのメンバークルー全員に対して発言したことがあるんですけども、彼はサングラスをして自分の本当のここで怒ってるのかなんか、それを見せまいとして社会的なある一線をここにつけて彼は本心を言ってたんだと思いますけど。バーツのツアーを3日後に控え、ゲネプロが行われた。ゲネプロとは本番と全く同じ進行のリハーサルである。その日、尾崎はサングラスをして現れた。何かが起こると紀藤は思った。そこでちょっともみ合いっていうか、わーいっていう感じで、挨拶がきっちしようっていう感じでってなりましてね。尾崎は他人と会うと別人になる。だが紀藤が尾崎をマンションまで送ると元の興奮状態に戻る。コンサートができない、怖いと彼は言った。その打ち上げの様子を撮ったプライベートビデオがある。よろしくお願いします。今日は本当にどうもありがとうございました。深々と神戸を垂れる尾崎、素顔の尾崎であろう。どうも。このビデオは外車の販売を通して尾崎と親交を結んだ吹屋の撮ったものである。うちではもうすごく礼儀正しくて、もう頭が低くて、玄関では 2敬礼ぐらいして入ってくるんですよ。でここのドア開けてからもやっぱり2回ぐらい頭下げて、それでこう座って食事 しながらで、帰る時も同じようにね帰るんですね。これはみのりちゃんに北海道に住んでるんで、届けられないんで渡してくれって言うんでうちに持ってきたんです。これは尾崎がこれは筆ペンで書いて、これをタイプで自分で買ったばかりのタイプで売ってきたんですね。わからないことがあったら教えてあげるっていうことで多分くれたんだと思います。みのりちゃんが会った時の尾崎さんっていうのはどんな感じの人だったんですかね。普通の人で優しい人、言葉遣いなんかも優しくて、はい、普通のお兄さんっていう感じでした。吹屋の姪みのりは歌手志望の少女である。尾崎は彼女に励ましのメモを送り、ジョン・レノンの自伝をプレゼント。彼は突然野獣のようにたけり狂い暴れ回ることもたびたびであった。ムカムカして、なんでこんなするんでしょ、だからなんで割れないんだろうっていう感じで、それから下へこうよたよたと歩き出して、ここでまた殴ったのね、血だらけになって、でもなんかそれがすごいこうなんか、欲求満点。いつのことでしたっけ。ちょうど横浜アリーナのコンサートが終わって、大阪に行く
前ぐらい、2日前ぐらいですね。その後どうだったんですか？その後ここでとにかくタクシーを拾って、まあ、とにかく帰ろうと。もう車の中がちょっと涙ぐんでるんですね。で僕は何があったか分かんなかったんですけど、なんかもう涙ぐんでて、どうしたんだって言ったらもう何も言わないんで、とにかくなんかこうまあ怯えるようにっていうか。ここでのコンサートも大成功のうちに終わった。しかし尾崎は片時も周囲の人々を安心させてはくれなかった。スタッフと連れ立って北新地へ飲みに行った時であった。あるクラブで尾崎は見知らぬ客に因縁をつけた。礼儀正しい優しい尾崎とは裏腹の刹那的な尾崎がいる。ヤクザ風の方が女の子にこう冗談でこう「大阪東京弁使うなよ」って言ったら、それが尾崎さんたちの耳に入って、まあ、冗談とは分からなくこう自分たちで言ってるんだと思ってこうおしぼりに唾吐いてこう投げたっていう状況なんです。一触即発の状態となった。紀藤は尾崎を素早く逃し、スタッフの一人が土下座して謝り事なきを得た。コンサートツアーの最中でも尾崎は毎晩のように飲み歩く。最初の印象っていうのがね、なんていうの、すごくなんか顔色が良くないっていうか、妙になんかこう肌が白くて、酔い方っていうのがね、なんかこうお酒を飲んで酔ってるっていう感じじゃなくて、なんかお酒を飲むことによって何かから解放されたいというか、何かを忘れたいみたいな、なんかそんななんか辛いものを背負ってるようなね、そんな僕は感じを受けたんです。大体何回ぐらい？10回ぐらいですね。こっちでコンサートがある時はね、必ず来るという。遠くからまあ56メートル離れた別のお席から見た感じでは、どこかの商社の方かなっていう感じのイメージでしたね。他人の目にはおとなしい商社マンにも見えた尾崎。しかし彼の心は果てしなく揺れ動く。ガラスのように壊れやすい心と野獣のような心を抱えながら、放熱の証っていうのは、本当にこう本当の彼が出てるっていう、その時のその時点の失敗やもう彼の人間関係のぐちゃぐちゃや精神的なもうドロドロした部分も全部出ていて、作品的にはそのまあおそらく未完成なのかもしれないですけども、死に向かわせたとは僕は思わないですけども、でもみんなが思うように、皆さん思うように必然だったかもしれないっていうのは僕も思いますけども、でも早すぎたと、彼は死ぬ気はなかったんだと僕は思ってますけど、多分長くは生きないと自分で思ってたろうけども、こんなに早く死ぬつもりは、彼はあの時点で死ぬつもりはなかったんだと思いますけど、いろんなことでもう頭がいっぱいだったんだと思います。僕はもう客観的に見て、そんなことまでしなければいいのにっていうことまで全部手を広げて、社長業からマネージメント、レコーディングのコーディネート、全部彼はもう自分が全てをチェックしたくて、そんなことをしてもう自分が落ち込んだりする暇もなかったんじゃないですかね。もう人間関係的にも彼は周りの人間がどんどん離れていって孤立していって、もう多分社会との接点ももう本当に僕から見てなくなっていくように見えて、もうそれを全部もう本当に渦みたいな真ん中にいて、それを解消するにはもう彼がこの世の中から消えちまうことしかないんじゃないかっていうのはちょっと思いましたね。それはそういう意味でそれを全部解消するために彼がちょっと望んでたかもしれないし、周りからもそういう力があったんじゃないかと。それで必然的に何か結論としてそこに結果が出たっていうか、それで解消された。